こんにちは、あおいです。今日はひじきの煮物を作っていきましょう。保育園管理用紙あおいの給食室。今日はひじきの煮物です。ひじきは結構保育園で使うことは多いんですけど、例えばサラダとか、あとはハンバーグの中に入れることも多いんですが、今日は基本的なひじきの煮物を作っていきましょう。12g。ひじきってこの家で作る場合は煮物作ってそれをご飯に混ぜたりとかすると美味しいんですよね。なので結構ね、家だと多めに作ったりするんですけど、12g だからもうこれ全部使っちゃおうかな。14g あったので全部使っちゃいます。はい、それではこれを、洗って水につけておきましょう。水でひじき戻してる間に野菜を切っていきます。まずは人参から切っていきます。人参は、最初、上と下の部分を少し切り落として皮を剥きます。ピラ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 ちゃんはどこ行った？なんだろう。大量に調理するときはだいたい1日で多いとき人参20本とか切ってたので、もういかにね早く皮を剥けるかみたいな、そういう感じでやってました。はい、皮が剥けたので千切りにしていきます今日は。で、千切りをするときはこの斜めに薄く切っていくと細長く綺麗な千切りができます。で、この時になるべく薄く剥いていくとすごい繊細な千切りができるんですけど、あえて食感残したいって時はこの時点でちょっと太めに切るっていう形で、ちょっとね太さを変えながらだんだんね咀嚼力をつけていきたいっていう場合は少し厚めに切ることもあります。人参が薄く切れたらちょっと重ねて少しずつずらしましょう。で、このまま端から順番に切っていきます。で、このままだとちょっと長さがね若干長いので、これを半分に切ります。基本的には保育園の給食なので短く小さく切ることが多いです。半分くらい、これぐらいですね。人参が切れました。次は絹さやを切っていきましょう。絹さやは筋をまず取ります。後ろの方からピーッと、取れない。これぐらいかな？これぐらいの細さに切っていきましょう。絹さやを使う時もあるんですけど、結構ね絹さやってコストがかかって給食費も献立考える時もなるべく食費を抑えなきゃいけない時があるので、絹さや使わないで例えば冷凍のグリーンピース使ったりとか、あとは旬の時期は枝豆、夏の時に枝豆を使ったりとか、青みを出すのは絹さや以外にも結構いろいろ変えて使ったりもします。はい、では切れたので絹さやは先に茹でておきます。その前に油揚げを切りましょう。ご家庭とかだとこの絹さやを茹でてる間に他のものを切ってとかってやるんですけど、給食とか大量調理だと野菜の下処理をしている段階と、あと加熱している段階っていうのは汚染区域と非汚染区域っていう形で分けられるので、それがねなるべく混合しないような形でやるんですね。なのでなるべく野菜とか切れ物は最初にバーッと終わらせた後に加熱するっていう工程の方がいいです。なので本来であれば茹でてる間に油揚げを切るっていう方が効率がいいんですが、衛生管理上は今油揚げを切ってしまった方がいいです。なので先に油揚げを切っていきますね。で、油揚げは油抜きをするんですが、保育園の場合だとこのように油揚げをざるにのせて上から熱湯をかけていきます。ジャバジャバジャバで、ひっくり返して両面ジャバジャバ。これ今ちょっとバットの上でやってるんですけど、本来はシンクのところでやってください。3等分、縦3等分に切って、これを薄く切っていきます。油揚げも結構噛み切りにくいので、なるべく小さく薄く切っていく方が食べやすいです。
油揚げが切れました。それでは絹さを茹でていきます。沸騰したお湯に入れてだいたい1分くらい先に茹でておきます。ほうれん草とかこういう絹さやとか、あと上に飾るグリーンピースとか、なるべく青みがあるものはグツグツ茹でてしまうと結構色が悪くなってしまうので、こうやって別で茹でて色を鮮やかに残すように気をつけて調理をしています。だいたい1分経ったかな。1分経ったのでざるにあけましょう。茹でた絹さやは軽く水にさらして少し冷ましておきます。そうすることでこの青みがどんどん変色しなくて済むので、茹でたら必ず冷ますようにしましょう。着火。だいたい火加減は中火ぐらいで大丈夫です。最初、まずひじきと人参を炒めていきます。ごま油を、温めて鍋に引きます。続いて人参を入れましょう。ごま油のいい香りがする。これは軽く油を回す程度で大丈夫です。人参全体に油が回ったら、次は水で戻しておいたひじきを入れましょう。大変なことになってる。ひじきにも油が回ったら油揚げを入れて、そしたらここにだし汁、柔らかくなるまで煮たいのでだし汁を少し多めでも大丈夫です。調味料、砂糖と醤油を入れてこのまま煮ていきましょう。ひじきと人参がだいぶ柔らかくなってきたので、ここで火を止めます。最後仕上げに茹でておいた絹さやをのせて軽く全体を混ぜましょう。お家でこういうののせるときは上にちょこんと青みでね、こう絹さやをのせることって多いと思うんですけど、保育園だとなかなか盛り付けの時間とかもかかっちゃうので、全体に混ぜておくことが多いです。先にね茹でておいたのでかなり色がね綺麗に残ってます。ひじきの煮物の完成です。いただきます。出汁が効いてる。美味しい。葵の給食室。この料理が美味しそうって思ってくださった方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。